酒、女、金にだらしなくないイケメン男性と出会う方法を教えてください。元彼は経営者兼モデル、私に一途1月にプロポーズされましたが、いろいろあり結婚できなかったです。31歳 OL でマッチングアプリやってみて2000人以上いいね来ました。マッチングアプリ自体私に合わないことが判明。ストーカー気質を薄いです。趣味サークルでは告白されたり、周りの女性から嫉妬され、目の前で悪口を言われたりとこりごりです。周りは既婚ばかりで紹介ありません。マッチングアプリでまともな人間を見つけるのは無理だと思います。ブサイクでまともな人間をマッチングアプリで見つけるのは可能かもしれないですけど、マッチングアプリを使うようなイケメンは、マッチングアプリで食い散らかすのが目的やってるので、それで結婚する気はありません。なので、イケメンでまともな人を見つけようとするのであれば、モデル業とかタレント業をやってる人はやめてください。モデル業とかタレント業の人たちって自分がイケメンであることを仕事にしてる人なので、どうやったら女性にモテるかっていうのが分かってるんですよ。で、歌手とかも含め、モテたくてやってるやつ多いんですよね。なので、普通に働いてる人のイケメンと結婚するっていうのが多分無難なんじゃないかなと思うんですけど、自分が稼ぐのであれば相手関係ないと思うんですけど、相手も稼いでほしいってなるとかなりハードルが高いんですけど、人との出会いの多い仕事っていうのを割とやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、派遣の仕事とかで派遣を紹介するような仕事とかっていうのをやってると、多くの人の履歴書を見るんですよ。そこで働いて履歴書見て、あ、この人イケメンじゃんとかで、履歴とか見て、あ、ちゃんと大卒じゃんみたいなのがあると、じゃあこの人に連絡してみて仲良くなろうみたいなのができたりするので、人の履歴書を多く見るような仕事とか人事部とか、そういうところで働くといいんじゃないかなと思いますけど。で、見た目がいいと思うので、そういう派遣系の仕事とかでも採用はされやすいんじゃないかなと思いますけども。ひも手すぎて辛いです。マッチングアプリでマッチしてもメッセージ途中で途切れるかあっても2回目はないって感じです。美容室行ったり眉毛整えたり筋トレしたりしてますが全然ダメです。どうすれば彼女できるのでしょうか。ちなみに年収600年、年齢25歳、IT 系勤務、顔を察しレベルです。マッチングアプリでマッチングできると思ってる時点で間違えてます。マッチングアプリは金持ちか顔のいいやつしかマッチングはできません。そういうのに群がる女子っていうのと、そういうのに群がる女子がいて、その女子がなんとか手に入るんじゃないかなって思う養分の人たちっていうのを成立してるので、残念ながら顔がお察しレベルな時点でずっと養分です。なので、マッチングアプリをやり続ける限り、ずっと養分です。で、あなたが戦う場所を間違えています。で、25歳で年収600万は結構ちゃんとした額稼いでるので、なので、大学の友達だったりとか、高校の友達だったり、地元の友達だったりとか、自分の会社だったり、取引先だったりっていうところで、コンパを開いてくださいとか、知り合いと一緒に男女で行けるような趣味のキャンプをやろうだったりとか、っていう感じで、知り合いのつてで、こいつ金持ちだよっていうのが分かってる状態で、異性と会うという機会を作ってください。はい。彼女が欲しいのですが、マッチングアプリで全然マッチないです。おすすめの出会い方なので、ひろゆきさんの経験をもとにアドバイスいただけないでしょうか。まあ、なんか、人のいるところに行けばいいんじゃないですか。多分、マッチングアプリでうまくいく人って、顔がイケメンの人と、顔がイケメンの人と、お金持ちの多分3種類なんですよ。マッチングアプリで相手の人は何を見るかっていうと、イケメンか金持ってるかじゃないですか。で、マッチングアプリでマッチングうまくいく人っていうのは、リアルでも人が寄ってくる人なんですよ。例えばじゃあ会合で3、40人集まりますっていう時に、すぐに人が寄ってくる人はマッチングアプリでも勝てます。逆に言うと、3、40人いる状態で人が寄ってこない人っていうのは残念ながらマッチングアプリではもう寄ってきません。だってお金もなくてイケメンでもなかったら時間の無駄じゃん。話してみたら面白いんですみたいなマッチングアプリでわかるわけないじゃん。なので、僕本当は性格がいいんですとか、どうでもいいです。マッチングアプリでマッチングできないっていうのは、もうすでにあなたブサイクで金持ってないっていうのは確定してるので、マッチングアプリで攻めるのはやめてください。なので、じゃあ知り合いとして仲良くなって、あ、この人って信頼できるなとか、いい人だなとか、堅実だなっていう方向で、行為をどんどんプラスしていくっていう形で多分上げていった方がいいと思うので、友達同士のグループでどっか行くとか、趣味のサークルで男女が混じるようなやつに行くとか、僕は全くやんないですけど、一番楽なのは多分、女性が多いサークルに入るなんですよね。社交ダンスみたいなのとか、茶道とか、女の人が好きだけど、男性がそんなにやらないよねっていう趣味のグループに行くと、男性が少ないんですよ。で、そうすると、そもそもの女性が多いので、彼氏もいない人が多いので、結果的にそこで接点ができることが多いっていうのがあるので、ボランティアのグループとかも結構女性が多いところもあるので、そういうのを狙うといいんじゃないでしょうか。マッチングアプリで出会った人と会いましたが、実際は後頭部がハゲてるのと予想以上に太ってて愕然としました。ただ私が体調が悪い時とかとても優しく接してくれます。外見で決めつけた私もそんな美人じゃないのに反省しましたが、どうしても好きという感情が湧かないのです。なんか視線感じるなと思ったら見つめられたりして怖いと感じてしまいました。
マッチングアプリでは出会いは期待しない方がいいでしょうか。36歳に今日なったのですが、少し焦ってきました。残念ながら、あなたのレベルはそんな程度なので、さっさと結婚しちゃってください。はい。自分はもっといい人と結婚できるはずだって思い込んでるんだと思うんですけど、残念ながらマッチングアプリで出会えるレベルはその程度の人で、マッチングアプリを使わないで、じゃあどういった方と現実出会ってますかっていうと、出会えなくて現在36歳になってるわけじゃないですか。残念ながら今から子供作っても高齢出産だと思うので、マッチングアプリをひたすらやり続けて、もうハゲてない人とかイケメンとか探し続けて2年3年経っていくと、どんどんメリットのある人とかは抜けていくんですよ。ハゲてるけど金持ってるっていうのであれば今出会えるかもしれないですけど、あと3年経つとハゲてるけど金も持ってないっていうのしか出会えなくなるんですよ。現時点で今の36歳のあなたは今一番若いんですよ。明日は36歳1日、明後日は36歳2日じゃないですか。で、半年経つと36歳6ヶ月になるんですよ。なので一番若い今の状態で結婚相手を見つけるというのが結婚系の市場の中では若いというのは価値であると思われている以上、今が一番価値が高い状態なので、今の時点でさっさと結婚相手決めた方がいいです。で、ハゲがどうしても嫌だというのであれば3ヶ月以内に決めてください。今ハゲは嫌だと。で、3ヶ月の間にそのハゲよりもちょっとでもいいやつがいたらもう結婚してください。3ヶ月間経ってそのハゲよりいいやついなかったらハゲに連絡してやっぱりあなたのことが忘れられませんって言って結婚してください。ハゲが嫌であればひたすら出会いを頑張ってみるといいんじゃないでしょうか。21歳男です。今日マッチングアプリで知り合った人と人生初のデートをしました。自分から行動することが大事だと思い行動したものの、沈黙がついたり上手にデートができずショックで帰り道に友達と40分電話しましたが、まだ気持ちがありません。励ましてください。1回目で完璧にこなそうと思うのが間違いなので、励ます必要も僕ないと思うんですよね。1回目はこんなもんだったっていうので、10回ぐらいやってみてください。こんなもんだよねっていうので、まあ一応なんだろうな、よく頑張りましたみたいなの言った方がいいのかな。話をするのっていろんな話題を持ってるかどうかとか、この人に対してこういう話題をした方がいいよねとかっていう経験と訓練によるものだったりするんですよね。多くの経験をした方がよりそれなりに他人に対してのコミュニケーションって上手くなるので、人生初なのであと人生初を10回ぐらいやるとそれなりに上手くなるんじゃないかなと思いますけど。シングルマザーです。一人で子育て15年、やっと手が離れ、そろそろ出会いようとマッチングアプリに登録、良い距離感で使える同じ年の人と出会うが、1年後に子持ちの既婚者だと判明。42歳で騙され、悔しさをバネに起用、今はそれなりしわです。未だに連絡が来るのですが、彼がかなりの嘘つきで自信過剰だと分かり、どうにかその自信をへし折って復讐してやりたいです。最近私がひろゆき好きと言ったら、俺日安でひろゆきと対談したことあると言ってました。多分嘘です。誰なんだろう、名前教えてください。はい。とはいえ、復讐してやりたいとか、自分のマイナスを与えられたものに対して、マイナスをぶつけることですっきりしたいっていうのって、人生にとって何のプラスにもならないので、さっさと新しい彼氏を作ってください。新しい彼氏ができると、元彼をどうしたいとかってすごくどうでもよくなるし、僕の放送2440円とか払って無駄金使う必要なくなるので、新しい彼氏を作るという方向に、時間と労力を活用した方がいいんじゃないでしょうか。コメントでもあるんですけど、元彼ブロックすればいいのにってね、僕もそれが正解だと思います。関わるだけ人生の無駄だと思います。マッチングアプリで会った女性から尊敬する人を紹介すると言われて、事業内容がよくわからない会社の社長さんと話をしてきました。いろいろ話を聞きましたが、要約すると、俺はビジネスオーナーのコミュニティに入っていろいろ教えてもらって成功した。もし本気なら君も来ないか的な内容でした。紹介してくれたこと自体は善意だと思うので、疑いたくはないので、怪しい認定をしきれない自分がいます。ひろゆきさんどう思いますか？そうやって勧誘する環境っていう団体がいて、なんかね、月に15万円ずつ払って寮に住めとか言われたり、シャンプーとかコンディショナーとか買えとか言われるらしいんですよね。なので、言われたキーワードを検索すると結構そういうの出てきます。で、なんで環境と呼ばれてるかっていうと、アムウェイとかって名前を言われると、あのアムウェイねって逃げちゃうので、正式な名前がないんですよ。検索されないように、毎回名前を決めないようにしてるんですよ。なので、キーワードであるシャンプーの名前だったり、月15万だったりっていうキーワードで検索すると結構同じような被害を受けてる人が引っかかったりするので、なのでそのビジネスの会社の社長とか会社の名前とかで検索しても多分引っかかんないように頑張ってると思います。基本的には微妙なラインだと思いますよ。僕は最近マッチングアプリ始めたのですが、なかなかうまくいきません。プロフィールに自分の顔写真、ファッション、年齢、住所、趣味、血液型、婚姻歴、慶応義塾大学薬学部の学歴を書いています。僕はごまかした出会いが嫌いなので、出会った女性には年齢確認で身分証を見せてもらい、こっちも慶応義塾大学薬学部の成績証明書を出しています。最初はデートで僕の慶応義塾大学のエピソードとか薬学部での目立ち話すると盛り上がるんですが、必ずワンラインド終わった後、LINE ブロックされます。ひろゆきさんにマッチングアプリで生活に良い彼女を見つける方法を教えてほしいです。まずあなた
が自慢できるのは慶応義塾大学の薬学部ということしかないのですかっていうのがちょっと僕は疑問に思ったんですけど、いくつの方かわからないんですけども、それなりの年齢で、例えば25以上であれば、もう社会人として何をしてるのかっていうところの話をした方がいいと思うんですよね。彼女作って終わりでいいよっていうんだったら全然いいんですけど、多分マッチングアプリでちゃんとした結婚相手を探そうとしてるのであれば、過去に慶応義塾大学の大学生だった時どうだとか、薬学部の時にどうだとか、もうどうでもいいんですよ。例えばじゃあ早稲田大学で教育学部卒業でした。今じゃあ Google で働いてますっていう人であれば、Google っていう会社でこういう仕事をしてるんだよ。で、僕と結婚したら、こういう仕事をし続けるのを手伝ってもらうけど、3年後こんな感じでとか、じゃあ5年後になったら転勤とかってアメリカ行くかもね、みたいな、今やってる生活の延長線上の話っていうのを多分期待してると思うんですよ。結婚しようとする相手に対しては。でも過去何年か前に行った大学生活の話とかされて、いや、お前今何してんのっていうのと、その後にじゃあ一緒に生活をするという話にならないっていうところに問題があるんじゃないかなと思うんで、はい。ちょっとおいくつでどういう仕事してるのかわかんないですけど、今やってることというのも話ができるようになった方がいいんじゃないかなと思います。過去俺こんだけすごいんだぞっていうのを言われても、じゃあ今はすごくないし落ちぶれてるんですね。で、その落ちぶれてるところに自分の人生張りたくないですっていう人は多いんじゃないかなと思うので、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。